H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。ダウジングへようこそ。皆さんこんにちは、ダウジングです。オカルト分野の専門家であるタオシンは、監修に陥落影の概念を紹介しました。陥落音とは、心霊すべの一種で、主に死者の魂を感知するものと霊を観察するものに分かれます。死者の魂を探索するということは、同教の僧侶、魔術師、またはその他の経験豊富な聖職者の指導を通じて、魂が肉体を離れて冥界に行き、死者の魂とコミュニケーションをとり、別れを告げることを意味します。一方、関見捧ぎは、運命の方向性と運命の弱さを理解するために、自分自身の遠心宮を探索します。この探検には、未来に興味を持つ多くの人々が集まります。瞑想に参加する人は、瞑想中に意識を失うことはありません。それどころか、彼らは起きたままで、儀式を主催する同教の僧侶や師範とコミュニケーションをとります。ダウジング氏は、ロインを見ることは心霊体験であるだけでなく、自分自身の探求と理解でもあると説明しました。こんにちは、ダウジングが、超自然コミューンに由来する赤落影に関する超自然的な物語をいくつか語っていただきます。これらの物語は、人々が落影を観察中に経験した奇妙な出来事を示す謎と驚きに満ちているかもしれません。パラノーマルコミューンを超常現象や神秘的な出来事を探求するコミュニティです。彼らは超能力者、超自然的存在、超常現象に関する様々な話を収集し、共有します。これらの物語は好奇心と衝撃を呼び起こすと同時に、陥落影の神秘的な分野にさらなる謎を加えるかもしれません。未来と自分自身の運命に興味がある人にとって、落影を観察することは、自分の元珍宮を探索し、自分の運命の方向性を理解するための魅力的な方法となる可能性があります。落影を観察する過程で、人々は死者の魂とコミュニケーションできるだけでなく、儀式を主催する人々と会話することもできます。この体験はユニークで神秘的な旅になるかもしれません。一般に、陥落影は神秘的で魅力的なフィールドであり、終わりのない驚きと探求が含まれています。この領域について学ぶことで、超常現象や人間と霊界のつながりについて、より深く理解できるようになるかもしれません。次に、私の体験を一人称で述べます。私の父は数年前に亡くなりました。私はいつも彼がいなくて寂しくて、彼が別の世界で元気に過ごしているかどうか知りたいと思っていました。毎年、戦没将兵追悼記念日と声明節には、私たちは彼が生前好きだったものを燃やしていましたが、彼が私たちの供物を受け取ったかどうかはいつもわかりませんでした。その後、落影を観察すれば尋ねることができると聞き、母と二人で行ってみることにしました。その日、私は母と妹と一緒にこのプロセスについて学びに行き、チャンスが2回あることを知りました。私のホロスコープは非常に軽かったので、妹は一度試してみましたが、残念ながら成功しませんでした。2回目は私の番でした。マスターがマントラを唱え始めている間、私は目を閉じました。そして彼らは私に、の入った目隠しをしました。呪文と鐘が鳴り響くにつれて、私はゆっくりと白い光の中に入り、そしてまた白い霧の中に入っていくのを感じました。霧の中を歩いていると、先輩が何かを見つけたら手を挙げるように、と注意し、マスターが対処法を教えてくれました。白い霧の中から出ると、全く違う世界が見えました。明るい色はなく、すべてが白黒でした。地平線上に立派な建物が見えてきた。その活気のない世界を歩いていると、頭を下げて急いで通り過ぎる人が数人いることに気づきましたが、彼らの顔ははっきりとは見えず、浮かんでいるように見えました。突然、彼の前に金色の光が現れ、ハイハットをかぶり、ハエ取りを持ち、空中に座っている人物がゆっくりと現れました。彼は話さなかったが、私に話しかける彼の声が聞こえた。私は彼に、私を父のところに連れて行ってもいいですかと尋ねると、彼は同意して頷きました。すると、目の前の風景が、まるで昔の田舎の風景のように、賑やかになった。
土の地面にそびえ立つ木々が生い茂り、その周囲を泥でできた家繰り返しに囲まれており、一部は荒廃し、一部はまだそのまま残っている。ボロボロになっている人もいれば、お腹を空かせている人もいました。私の心には悲しみがあり、父がこのような状況に陥っていないことを願い続けました。しばらくすると到着を告げる声が聞こえた。完成した土の家が目の前に現れ、少し安心しました。それから父が家から出てくるのが見えました。彼はきちんとした服を着ており、髪はきちんととかされていた。私はすぐに母と妹にお父さんに会ったよ、と言いました。この瞬間、私の心は安堵と安らぎで満たされました。なぜなら、父はまだ生前と同じように健康できちんとしていたからです。私が父に用心深く尋ねると、父はベッドの端に座って小さくうなずいた。その瞬間、私は彼の弱さと孤独を感じました。私の母と妹は1000と近くにいたので、彼らも私の父のことを知りたがっていました。私は涙をこらえて、お父さん、元気ですかとそっと尋ねました。お父さんは軽くうなずきましたが、その目には疲労感と不安の色が見えました。私たちがあなたのために燃やしたものはすべて受け取りましたか私はもう一度尋ねました。お父さんはうなずき、しばらく黙ってから、わかった、と言いました。少し安心しましたが、心の中には無力感もありました。お父さん菩薩はあなたに会いに来ましたかなぜ菩薩に従わなかったのですか私はもう一度尋ねました。お父さんは微笑んで、はい、決まった時間にお経を聞きに菩薩のところへ行きます。長く聞いたらここから帰っても大丈夫です。と答えました。この言葉を聞いて、私は言いようのない悲しみを感じました。お父さんはこの世を去りたかったのです。菩薩にとても経験に依存しています。お父さん他に何が必要ですかまた焼いてあげましょう。私は続けて尋ねました。お父さんは首を振って笑顔で言いました。いや、それは多いよ。これ以上は受け入れられないよ。私は彼が洋服の入ったキャビネットを取り出すのを見て心の中で悲しくなりました。これらの服はすべて以前私たちが彼のために燃やしたものです。お父さんお金は十分ありますか私はもう一度尋ねました。お父さんは、それで十分だよ。毎回そんなにたくさん燃やさなくてもいいよ。ここではそんなにたくさんいらないよ、と優しくうなずきました。私は彼ともっと喋りしたかったのですが、先生は時間切れなのでお父さんが授業に出席することを私に思い出させました。私は彼が静かに立ち去っていくのを見つめましたが、私の心は無力感と不本意な気持ちでいっぱいでした。おそらく私たちにできることは、彼に寄り添い、最後の日に私たちの思いやりと温かさを感じてもらうことだけかもしれません。そしてその孤独と無力感は彼にしかわからないのかもしれない。父を待っている間、私はとても苦しい思いをしました。会うのは辛かったが、涙を流してはいけない。そうしないと父が悲しむだろうということは分かっていた。最後に私は父にこう言いました。お父さん菩薩があなたを連れて行くから注意深くおへを唱えてください。もし足りないところがあったら、夢の中で教えてください。お父さんはうなずいて家に入った。振り向くと涙が頬に流れていました。突然ベルが鳴り、現実に戻り、目隠しを外してみると、自分が吹き出してしまいました。母も妹も泣いていました。後に主婦は、あなたが見ているのは地蔵菩薩です。私の父は非常に恵まれていて、地蔵菩薩に従って度胸しています、と教えてくれました。これが私が落影を完走した経験でした。私が皆さんにアドバイスできるのは、周りの人を大切にし、失っても後悔しないようにということだけです。その時までには手遅れになります。物語はここで終わりますが、誰もが陥落影についてまだ多くの疑問を持っていることを私は知っています。ネチズンからの質問と回答をいくつか紹介します。質疑応答の後、ダウジング王元ナルミヤの探索についての話を続けます。まず、一部のネチズンは、落影を見るのは危険ですか？本当に戻ることは不可能ですか？と尋ねました。
この質問に対して私は、確かに落影を見るのには一定のリスクがあり、戻ってこられなくなる人もいるかもしれないと言いたい。ただし、これにはケースバイケースの分析が必要です。次に、一部のネチズンは、精神科医はいるのですかと尋ねました。この時点で物語のプロットは一時的に終了し、いくつかの謎と議論の余地が残されています。同時に、それは人々に目の前の人々を大切にし、彼らが失われるまで待ってはいけないことを思い出させます。残念だが、ちすぎる。臨床経験によると、ロインを視聴した人の中には、まだ当時の空想の世界に囚われており、現実の世界に戻りたがらず、妄想、幻聴、奇妙な言葉遣いなどの精神疾患の症状を引き起こす人もいます。したがって、陥落影は依然として危険な魔法です。また、一部のネチズンは霊視と催眠術は同じものなのかと疑問を呈した。答えは完全に同じではありませんが、ある程度は似ているということです。最後に、スタッフは、この儀式を誰でも体験することはお勧めできませんと言いました。なぜなら、愛する人たちに会えるかもしれないが、彼らはすでに亡くなっており、それは変えられない事実だからです。亡くなった親戚にこと世界で良い人生を送ってもらいたいのであれば、あなたは現世での自分の役割を果たし、より多くの善行を行うだけでよく、その功徳は自然に個人に捧げられます。そうしないと、個人がこの世の親戚への思いを捨てられなくなったり、孤独な幽霊になったりする可能性があります。これでネットユーザーの Q&A は終了です。もっと詳しく知りたい友達がいる場合は、メッセージを残していただければ、熱心な友達が答えてくれるかもしれません。続いて、元珍味屋の散策についてお話しましょう。正直に言うと、私は個人的に元珍味屋を信じていません。私は、たくさんの奇妙なことを経験しているので、良い兄弟を信じています。しかし、関本白宮殿は私にとってあまりにも非現実的です。その後、興味を持っていろいろな場所を調べてみましたが、このような儀式を行っている宮殿や寺院はほとんどありませんでした。それで私は宿題を始めて先生を見つけました。見えないなら無理に見なくていいよと詳しく説明してくれました。もしかしたら運命は来ていないかもしれない、あるいは防御力が高すぎるからです。先生がお線香に火をつけた後、初めて現珍味屋を訪れました。一生懸命想像してみましたが、やはり先生の言う状態にはなりませんでした。10分後、先生は私に目を開けるように促し、大丈夫、もう一回やってみよう。ダメだったらあなたも疲れているし、私も疲れているから諦めましょう。と言いました。これも運命なのかもしれないと思いながらため息をつきました。しかし、今回は違いました。私は自分が急速に上に向かって飛んでいき、繰り返しを抜け、雲を抜け、最後には大きな雲の中に止まったのをはっきりと感じました。その軽くて風通しの良い感覚は、雲が私の腕をそっと撫でるのを感じました。それから、重力の邪魔を感じることなくあっという間に雲を抜け、新鮮な場所に出てしまいました。先生は、私の周りが見えますかと尋ねました。周りを見回すと、下に青灰色の地球が見えました。私は、地球を見ました、と答えました。先生は、まだ飛び続けたいですかと尋ねました。私は首を振って、いや、ここは怖いよ、と言いました。話し終わると、すぐに、私は急速に倒れ始めましたが、ゆっくりと広い草原を踏みしめました。先生は、芝の感触を感じますかと尋ねました。私は驚いて尋ねました。どうしてわかるのですか？しかし突然ノイズが耳を満たした。先生は慌てて、落ち着いて、あまり感情を乱さないでください、と言った。騒音は徐々に静まりましたが、足の間の隙間を草が通過するのをはっきりと感じ、空気中に新鮮な匂いを嗅ぎました。この快適さは、根性流板草原の感覚を思い出させますが、それよりも快適で涼しいです。先生は続けて、道が見えますかと言いました。振り返ると、確かに後ろに泥道があるのが見えました。先生はもう一度尋ねました。道を歩いている時に何を見ましたか？私は赤い提灯を見たんですが、と答えました。
私は子供の頃、中庭のある家に住む裕福な家庭に住んでいました。ドアは非常に古く、ドアハンドルには金の跡がまだ残っています。ある日、先生がドアを開けて中を見てください、と言いました。そこでドアを開けると、古い間取りが目に入りました。目の前の明るいホールを除いて、他のすべてが暗く見えました。私はホールに入ると、祭壇のテーブルの上に背の高い大地人の像を見つけました。しかし、家具も環境も汚れているように見えました。先生は私に、整理整頓のお手伝いが必要かどうか尋ねました。私は同意してうなずきました。その瞬間、男性と女性が出てきて、環境を整えるのを手伝ってくれ始めました。また、祭壇に物を置いたり、部屋のランプをつけたり、花に線香をあげたりするのも手伝ってくれました。その後、先生は私に、ツゴンに今後の発展の方向性について聞いてほしいと言いました。私は少しためらいましたが、おぎふさん、今後私に何ができるでしょうかと尋ねました。しかし義父は祭壇から降りてきて私の手を取りました。先生はもう一度私によりよく成長するために何をすべきかをチュプゴンドに尋ねるように言いました。今度は土地の義父が微笑んで私の頭を叩きました。先生はまだ諦めていませんでした。彼女はもう一度私に将来何が最善の選択であるべきかを地球の神に尋ねるように言いました。今度は土地の義父が私の頭を優しく触って元の場所に連れ戻してくれました。その過程全体は神秘と畏怖に満ちていて、あたかもこの土地の義父が私を黙って将来の道に導いてくれているかのようでした。家に帰ってから先生と土地の義父から伝えられたメッセージを黙想しました。おそらく彼らの指導は私が将来の方向性を見つけ、より良い選択をするのに役立ちます。この経験は私の心の中で貴重な啓発となりました。私たちが家に帰ると、地球の神は供物台に歩み寄り、黄金の体に変わりました。私は唖然として反応する暇もありませんでした。あなたはトゥギゴンに尋ねた後、あなたのキッチンを見に行きましょうかと言いました。私は同意してうなずきました。考えてみれば、すぐにキッチンに到着したようだが、この光景は今まで見たことのない昔ながらのパターンがあった。私はすぐに先生にキッチンの状況を説明し、じゃあ、あなたも見に行ってください。キッチンに何かありますかと尋ねました。周りを見回すと、水槽にはまだ水が2ケラ3杯、米タンクにも水がいっぱいでした。しかし、それは空でした。戸棚にはベーコンが1枚しかなく、それは気に入らなかったが、コンロの上には大きな鍋があり、お湯をふつかしていた。さらに、ダイニングテーブルには椅子が5足あり、見た目は問題ありませんでしたが、椅子の1足が壊れて横に倒れていました。すると先生は私にこう言いました。誰かに整理してもらってもいいですか？私はわかりました、試してみます、と同意しました。しかし、結果は予想外でした。突然、地の神が現れて、杖で私の手を殴りました。私は、ツトゴンが同意しないことを先生に話したので、彼女は私がそれを自分でやったらどうかと提案しました。薪と水を補充し始め、米びつに水を詰め、戸棚に食料を詰め、冷蔵庫を増設しました。照明も明るくして、キッチンを明るくしました。宴会場のような雰囲気。プロセス全体は大変でしたが、自分の力を使ってキッチンを真新しく見せたので、充実感を感じています。この経験により、私は家族をもっと大切にし、自分の責任を理解するようになりました。時には困難に直面することもありますが、責任を持って一生懸命努力すれば、美しい生活環境を作り出すことができます。椅子を8足並べ、テーブルには様々な料理を並べました。先生は突然、他に何か付け加える必要があると思いますかと尋ねました。私は微笑んで、もう宴会みたいなものですから、もう十分です、と答えました。それから先生は、ホールに戻るように言いました。ホールに戻ってから、大地の神様に挨拶しました。驚いたことに、地の神は本当に私を見て微笑んだのです。アトリウムに戻りましたが、この時の環境は最初に入った時とは全く違っていました。
アトリウムに立っていると、自分がかつては高名な高官だったことさえ感じられました。この雰囲気に少し圧倒されてしまいました。すると先生は、じゃあ、戻りましょう、と言いました。突然、誰かが私を引っ張るのを感じました。私はためらいながら、ここにいてもいいですかと尋ねました。先生は興奮した様子でこう答えました。いやそこで何をするつもりですか？昇天しそうな人が見えましたが自分の体はまだ吹き抜けの中にありました。ここに来て。先生は熱心に叫びました。まるでここが私がいるべき場所であるかのように、私は強い引力を感じ始めました。アトリウムに立っている時もそう感じていましたが、先生の言葉で現実に戻りました。ここはあなたがいるべき場所ではありません。早く戻ってきてください。先生の声は興奮に満ちていました。まるで熱の力に引っ張られているような、少し混乱した気分になりました。その時、私たちは、たとえ特定の場所が自分の居場所だと感じていても、自分たちの責任や使命という現実が、私たちを正しい道に導いてくれることがあることに気づきました。最後に、私は先生の呼びかけを聞いて、彼女の元に戻りました。このユニークな経験により、人生には私たちの選択に影響を与える様々な力が存在しますが、目標と責任を達成するには賢明な決定を下さなければならないことに気づきました。私は言いました。いいえ、ここが私が滞在すべき場所です。振り向いた地主さんおじが杖で私を叩きましたが私はすぐに飛び起きました。飛行中、トゥゴムおじさんも手を振ってくれました。私は歩きながら、家繰り返しの間を抜け、雲の間を通り過ぎていく道を眺めました。それから5秒のカウントダウンが始まり、ゴールする直前にはっと目が覚めました。先生は私を見て、ほとんど戻ってこなかったのね、知っていましたか？と言いました。私はぼんやりと彼女を見つめた。先生は額の汗を拭い、水をコップに一口飲み、なぜそこにいたいのですか？これがあなたの本当の人生です。と続けました。さっきの体験があまりにもリアルすぎて言葉を失いました。雲の感触であれ、家主のおじさんの平手打ちであれ、それらはすべて私に現実の存在を感じさせました。壁の時計を見ると1時間半が経過していましたが、体感では30分も経っていないように感じました。歩いて椅子に横になる感覚さえ信じられないほどでした。先生は私がそこに長く滞在することになるとは予想していませんでしたし、ましてや私の生誕の宮殿がこれほど荒廃しているとは予想していませんでした。おそらく彼は米と水のタンクが約5杯になることを予想していましたが、私がそこに滞在したいとは絶対に予想していませんでした。先生は疲れているように感じました。私は彼女に簡単に2言3言話し、感謝の意を表しました。この経験により、私は自分自身と自分の周りの世界についてより深く理解することができました。また、時には自分の周りのすべてのものを大切にしながら、自分の内にある本当の欲求と向き合う必要があることにも気づきました。挨拶をしてから出発しました。それを体験した後、あまりにも現実的だったので、すべてを信じました。しかし、私が理解できなかったのは、一体なぜ私の生誕の宮殿がこのようなものになったのかということでした。かつて、元珍宮を訪れると自分の運が修復されると言った人もいます。しかし実際には、そこに何か悪い点がある場合、良くなるためには悪い点を変えなければならないことを思い出させてくれます。多くの人は元珍宮に行くと元気になると思っています。薪、米、水は個人の祝福と富を表します。家の築年数や清潔さは今の生活と密接に関係しています。もっと慈善活動や善行をすれば、誰かがあなたの家の掃除を手伝ってくれたり、薪、米、水などを補充してくれるでしょう。あなたがバカバカしいなら、陥落影の物語が語られてしまった以上、いくらでっち上げても無駄です。体験してみませんか？体験してみたいけど、行き詰まってしまうのが怖い。しかし、タオシンは、なぜ先生が全てを見ることができるのかについて非常に興味がありますか？あなたが思うこと？今日の話はここまでです。下にスクロールして読むことができます。
ふるって投稿をお願いいたします。私の名前はタオシンですからまた会いましょう。